皆さんこんにちは。前回の続きです。また動画作るのサボってしまったんですが、今回はピストン周りから組み立てていきます。持ってるシリンダーは B シリンダーなので無印のピストンを購入しました。一応今回購入した純正部品とその金額を載せておきました。この辺の交換に関しての動画は1回上げてるんで、軽くポイントだけ流していくような感じですね。車両自体はもう3月に完成していて、それから3000キロちょっと走ってるんですが、特にトラブルもないんで間違った組み立てはしてないと思うんですけれど、素人作業なんで参考程度にしてください。ピストンに関してはピストンリングの上下を間違わないことと、クリップの位置を切り欠きと逆にすることぐらいですかね。あとそれと取り付けるときに取り付ける方向を考えてクリップを取り付けないとめんどくさいことになるので、方向だけ確認してクリップをつけた方が良いです。あとはピストンにツーストオイルを塗ったくってピストンリングを握ってシリンダーを差し込むんですが、差し込む時にあんまりグリグリ左右に振るとリングがポートに引っかかる場合があるので、それだけ気をつけた方がいいですね。その後シリンダーを規定トルクで締めて、1箇所専用工具じゃないと締めれない場所があるんですが、毎回手で締めてますけれど今んとこ大丈夫ですね。そしてピストンがスムーズに動くのを確認したらシリンダーヘッドを取り付けてシリンダー部分は完成です。よくこの時代のツーストはもう部品が出ないんで維持が難しいって言われてますけれど、この MC21 に関しては割と楽勝です。販売台数が多かったので中古部品も結構流通してて、消耗品に関してもほぼ純正部品で出てるのでしばらくは多分大丈夫ですね。とは言っても一部やはり純正部品の廃盤はあって、一つ例を出すとこの鑑識のカセットミッションのカラーは廃盤になってます。でも MC21 の場合はこういった廃盤部品が社外品で結構カバーされているので割と安心できますね。ただギア関係は確かほとんど廃盤となっているので、カセットミッションやプライマリーのギアは予備で持っててもいいかもしれませんね。同世代の TZR とかも1台持ってますけれど、ピストンは出ないわ、チェーンスライダーは出ないわ、肝心な部品が結構もう廃盤になってて、 NSR みたいにちょっと探せばどっかが部品出してたり中古が手に入るっていう状況ではないので結構大変ですね。エンジンの組み立て自体は交換したい部品が揃っていればツーストなんでそんなに時間はかかんないんですけれど、自分で全部やろうとすると一番大変なのがパーツリストを見てどの部品が出てどの部品が出ないのかを調べることが一番時間かかりますね。なのでエンジンばらした時にだいたい交換するであろう消耗品は今回載せておきました。それとゴム製品のオーリングとかそういったものはさすがに30年経ってるんでもう結構カチカチになってるものが多くて全部交換でしたね。オーリング類は純正部品で注文すれば確かほとんど出たんで、エンジンばらした時には交換した方がいいですね。ただゴム製品の中で唯一ちょっと気をつけなくちゃいけないのがインシュレーターなんですが、値段がめっちゃ高いんですよね。前回の純正部品の再販の時に購入したんですけれど確か2万ぐらいしました。今回の組み立てに際しても、交換したのはオーリングとベアリングとオイルシールぐらいですかね。カセットミッションも全部ばらして交換しようと思ったんですけれど、予備もあるし今のやつがそれほど動きも悪くなかったんでそのまま使いました。ミッション側の組み立てで忘れちゃいけないのがカセットミッションとキックギアのバネを引っ掛けることぐらいですよね。そして最後にプライマリーのオイルシールを交換して組み込んでミッション側は完成です。ここまでいろいろやってきましたけれど、組み立てるにしろバラすにしろ特殊工具はあった方がいいので、また使わないと結構な確率で破壊したりするんで、もし自分で全部やろうとするのであればマニュアルに載ってる特殊工具は揃えておいた方がいいと思います。あとはガスケットをつけてカバーを取り付けます。
ックを取り付けてギアオイルを入れてスムーズに動くか一応確認しておきます。クラッチの部品はアウター以外はまだ純正で出るので新品で交換しました。鑑識クラッチなんでもともと交換作業は楽勝なんで規定トルクだけ守って取り替えれば特に問題はありませんね。このクラッチリフターピースのオーリングを交換するときに入れるのがちょっと大変だったくらいですね。あとはワッシャーのアウトサイドの方向だけ確認して規定トルクで締めるだけです。ここを締めるときはユニバーサルホルダーか何か持ってないとちょっと厳しいですね。そしてナットの切り欠き部分を最後叩いてかしめます。あとはマニュアルに沿って注油を必要とする部分にオイルを塗っておしまいです。クラッチはプレート B を入れてその後ダンパーディスクを入れた後プレート A とディスクを交互に入れていくだけです。ここで注意するのはプレートが表と裏があって角が丸まってる方がケース側になります。ダンパーが、ちっちゃなゴムなんですけど1個480円もするのにちょっと驚きましたね。今までの経験からすると消耗品をちゃんと交換して弱点対策をしとけば MC21 以外は知りませんけど全然壊れないですよね。1台はクランク交換せずにもう4万キロ以上走ってますけど未だにセンターシール抜けてないですね。どっちかっていうと走行距離よりも放置期間が長い車両の方がセンターシールすぐ抜けますね。定期的に乗って潤滑させないとやっぱりダメみたいですね。なのでよく低走行で高い価格で出てるものありますけれど普通に考えればもう販売から30年経ってて1万キロ以下とかっていうのは放置期間が長いってことなんでセンターシールの状況を考えると決して良い車両とは NSR の場合言えないと思います。電装側は特に注意する点そんなないんですけれどこのニュートラルセンサーを取り付けるとき先のピンがすぐ曲がってしまうんでちょっと注意した方がいいです。最後にフライホイールを規定トルクで締めて終了です。結局チェーンとスプロケはキットが販売されてたんでそれ買って取り付けました。スプロケとチェーンを取り付けてこれでエンジン周りはほぼ完成ですね。そしてエンジンから出てる配線をハーネスにつなぎます。リードバルブとインシュレーターを取り付けるんですがリードバルブはゴムの部分が結構へたったりして隙間空いてる場合があるんでそこだけ確認した方がいいですね。その後タイヤの前後の交換をしたんですけれどまだ溝はあったんですがもうカチカチだったんでさすがに交換しましたね。タイヤ交換は手首でやるとめっちゃ疲れるんでなんだかんだ結局バンドを使う方法に私は落ち着きました。チェーンはカシマリ君を買って取り付けたんですけれど初めてやっても割と簡単にできましたね。エンジン周りがだいたい出来上がったんで補給類を取り付けていくんですけれどオイルタンクとかは中古部品で買うとフィルターが詰まってる場合があるんで必ず清掃した方がいいです。 MC21 は前期型と後期型でクランクケースが違うのでオイルポンプが違います。それと NSR の弱点の一つであるオイルポンプのシール抜けがあるのでそれは対策部品が出てるので購入して取り付けました。後期型エンジンの方がオイルポンプから直接クランクの右ベアリングにオイルを流してるんで耐久性は若干上がってる感じですね。電装系でやったのはサーボモーターのモーターを新品に交換して排気バルブが死んでた PGM を修理に出しました。それとエンジンをまだ固定してなかったんで固定するんですが一応 MC21 には順番らしきものがあるみたいなんですが MC28 ではなくなってるらしいんで一応マニュアル通りにやります。
そしてオイルポンプの取り付けなんですが、注意する点はワッシャーが立ってないか入れる時に確認するぐらいですかね。伝送品はまだ純正で出るので、特に社外品に使う理由もなかったんで全部揃えました。リレーとかプラグコードを固定するゴムも何気にまだ出たんで、これも交換しときました。あとは細かい部品をどんどん取り付けていくんですけれど、唯一ちょっと気使うのが RC バルブの取り付けぐらいですかね。RC バルブのガイドを取り付けるとき逆ネジなのと、マニュアル通りにつけるか手で触って全開調整にするか悩むぐらいですね。ラジエーター周りのホースとかの交換部品はまだ純正で全部出るので、水回りはさすがに30年前のものを使うわけにいかないんで全部交換でしたね。ついでによくサビサビでちょっと見た目がよろしくないホースのバンドもまだ純正で出るので、これも交換しときました。それとラジエーター固定のグロメットや PGM 固定するグロメットとかもまだ出るんで、結構変形したりしてるんで交換しときました。そして今回自分が持ってた部品の中で作業中に問題が発生したのがハーネスぐらいでしたね。よく中古でありがちな配線カットがされてて、ライトのメインスイッチがカットされてたのと、オイルランプにつながるハーネスがカットされてました。だいたい NSR の MC21 の中古ハーネスはリミッターカットがされてたり、このハーネスみたいにいろいろカットされてたりすることが多いんで、中古を選ぶときなるべくいじってないものを買った方が後々楽ですね。あとはメーターケーブルとか細かい部分を取り付けていくんですけれど、このディストリビューターのボルトが外すとき大変なので六角のボルトから変えてます。そしてオイルポンプが動いてるか確認するために一旦透明のチューブを取り付けました。後でこのバルク品に交換します。透明チューブは確認のためにいいんですけれど、割とすぐ劣化するんで頻繁に交換しないといけないんであんまりおすすめできませんね。オイルポンプの六角を緩めてエア抜きを行います。その後外装を取り付けてチャンバーを取り付けました。純正チャンバー久々につけたんですけれど、改めて重さにびっくりしましたね。タンクは比較的状態が良いものを持ってたんでそのまま取り付けます。これ何年か前に買ったんですけれど、その当時で7、8000だった覚えがあるんで今の値段にびっくりですよね。それとタンクの錆が心配で、タンクとキャブの間に燃料フィルターをつけたりするのをよく見るんですけれど、 NSR の場合あんまりおすすめしませんね。というのもタンク側とキャブ側にストレーナーがついてるので、3つもつけると開けた時に流量が足りなくなると言われてます。でとりあえず完成したのでキックしてエンジンがかかるか確かめます。とりあえず問題なさそうだったんでエアクリとタンクを取り付けて完成です。ある程度部品があったんで完成にだいたい1ヶ月ぐらいでしたね。
それでしばらく動画を上げなかった理由をこの後おまけで説明します。実は前から欲しかったガンマの最終型を購入したんですけれど、まあちょっといろいろトラブルがあってセルが壊れたりオークオイルが漏れたり、中華カウル取り付けてみたりチャンバーつけたりと、ずっとこれいじってました。それでちょっと動画が遅れてしまいました。でこれ一応国内仕様のラッキーストライクカラーなんですが、とりあえずリミッターカットしてチャンバーつけるととんでもないことになるらしいんで、それがやってみたくてしばらくずっとそれに没頭してました。もうこの最終型はクランクとピストンが出ないので手を出しちゃいけない車両なんですけれど、さすがに最高発で96年にフルモデルチェンジして SP 仕様しか販売しなかったので、リミッターカットしてチャンバー入れただけでも国内仕様でもやばいっすね。以上で終了です。